普段はナレーションのにわかです。今回は趣向を変えてゲーム実況です。スタート。スピンコブラは能力値が低いですが、サンダードリフトで追い抜く瞬間がたまりません。ただいま、相手はジャミング RG ですか。横からどしたし、子供の頃にこのゲームや漫画に夢中になって、ジャミング RG を砂浜で走らせるのを夢見ていました。ですがそれは夢のままでした。このマシンは販売されていませんからね。だから作ります。今の私が子供の頃からの夢を全力で叶えます。ジャミング RG のボディをモデリングします。そんなことできますか？今までシャーシは作っていましたけど、ボディはモデリングが全く違いますよ。私が作ろうと思ったら作れます。無理。図工。勉強して作れるようにします。通勤中に読みまくります。あとは作りながら身につけます。それでは制作へレッツゴー。アバンテジュニアを買ってきました。ジャミング RG と形状が似ているのでモデリングの参考にします。モデリングソフト上に取り込むために 3D スキャンをします。3D スキャナーを設置します。回転台を設置します。ボディを乗せます。専用ソフトから写りを確認します。上下が切れています。スキャナーを調整します。ボディの全体が映るようになりました。スキャンを開始します。ボディキャッチをバイスで挟んで固定しています。これによりボディの置き方を変えずにこの一発でボディ全体をスキャンできます。モデルぐるぐる、スキャン完了です。点分データを取得できました。メッシュ化します。メッシュ化しました。お、かなり綺麗にスキャンできました。グッドです。書き出してモデリングに進みます。モデルを読み込みます。位置を合わせます。これがベースとなります。まずは大まかに形を作りました。これに要素を足してジャミング RG の形にしていく作戦です。キャノピーを追加しました。古き良きポリモン感。パイプを追加したらあっという間にジャミング。これは何ですか？ジャミング RG です。おしまいだ。やってみると想像をはるかに超えて複雑でした。ボディ、キャノピー、フレーム、フェンダー、ウィング、思っていた以上に要素が多いです。これら全てを適切に再現できるイメージが湧かないです。なので今は観察してひらめきを待ちます。設定が自作なマシンを自作するのは難しいですね。自作マシン。逆だ。私はアバンテのようなボディをモデリングしてからそれをフレームで補強することでジャミング RG のボディを再現しようとしていました。ですがそれはモデリングソフト上での話です。アニメのように手作りで一からボディを作るなら逆にフレームから作るのではないでしょうか。ジャミング RG をよく観察するとフレームに面を張っているように見えます。だから私もその作り方に従ってモデリングします。まずは技術検証でパイプに面を張れるかを確認しました。バッチリです。これができればフレームから作って面を張る絵作りでボディを作る考えと同様の手法が取れます。パイプでフレームを作りました。いける。モデリング力はジャミング RG を再現できるところまで到達しました。検証と練習はこれで終わりです。あとは愛情と気合と時間をかけて細部までこだわってモデリングすれば作れます。試作ボディ1号です。ついにジャミング RG と胸を張って言えるモデルを作れました。嬉しいです。アニメ版としてローラーステーをつけています。アニメでは宙に浮いているフロントフェンダーは違和感のないようにつなげています。省略されていた箇所は想像で補っています。フェンダーやボディキャッチの位置は教材付録のシャーシモデルを参考にしています。これによりモデリングソフト上で適切な位置に合わせることができています。これまで位置合わせは何度も 3D プリントしての現物合わせでしたからね。ハイパームッドな教材です。早速印刷します。ワクワクします。印刷しました。複雑な形状ですがちゃんと形が出ています。サポート材を除去します。折れないように慎重に外していきます。サポート除去完了です。実際に手に取ってボディを確認します。確認の前に感動が来る。確認せい。薄すぎる壁が見つかりました。フレームが細すぎました。ローラーステーを兼ねているので走らせたら折れる気しかしないです。オフロードコースで走らせますからね。アニメだとフレームが細い描写が多いのですが設定資料集だともう少し太いのでこちらを参考にします。ということで太くしました。試作ボディ2号です。すべてのフレームを太くするのは想像以上に大変でした。モデルの破綻が頻発しましたね。ですが求めているフレームになりました。グッドです。試作ボディ3号です。さらに細部を修正しました。クイズ、修正箇所はどこでしょうか？ボディ上部のエアダクトをよりアニメに近づけました。このすぼめる表面も以前の私ではできなかったモデリングです。勉強の成果が出ていますね。最終チェックのため印刷します。
印刷しました。バッチリです。この時のボディはニコニコ超会議で来場者限定先行公開をしていました。いい反応をいただけました。それでは最終仕上げに最も難しいところに進みます。最終版ボディです。色の塗り分けがされています。それと空いていたキャノピー部に透明なキャノピーが取り付けられています。キャノピーの作成とボディの分割をしました。なぜボディの分割をしたのですか？キャノピーを透明パーツとして印刷するのと、塗装の時にマスキングの手間を減らすためです。この形状のマスキングはしたくないですね。パーツ同士の接合部ははめ込みができるように溝を掘っています。フレームにぴったりフィットです。フレーム側にも同様の処置が施されています。ここの面がボディ部の曲面と合うようになっています。フィットです。これにより現実世界でもパーツ同士を干渉させずに組み立てができるようにしています。満足いくモデルに仕上げました。モデリング完了です。3D プリントの発注に進みます。PCBブレイのトップページから 3D プリント発注画面に遷移します。モデルをアップロードします。3D ビューアで読み込めているかを確認します。発注の設定をします。素材は光造形で綺麗に印刷できて塗装が可能なレジン UTR8360 にしました。ローラーステーが折れそうなので強靭なレジンでも発注しておきます。キャノピーは透明レジンです。他の設定はデフォルトです。製品の説明は輸出統計品目表を見て適したコードに設定します。すべてのパーツの発注設定が完了しました。フレームは白レジンと強靭レジンを2つずつ、キャノピーは5つ、ボディ部も5つ、あとは発送情報などを入力して発注完了です。製造ステータスも確認できます。届きました。9日発注で到着は20日でした。かなり早いです。届いていきなりですがフレームの曲げチェックです。ローラーステーに力が加わった時にフレームが折れないかを確認します。このくらいの力ではどちらのレジンでも問題ないです。フロントも結構曲げていますが折れません。白レジンも全然問題ないです。これはかなりナイスです。折れなそうなので塗装のしやすさで白レジンを採用します。光造形なので非常に綺麗な仕上がりです。積層式と比べると表面の滑らかさが全然違います。積層式も頑張っていますがどうしても表面は荒れます。光造形で発注をして大正解でした。曲面で構成されているボディ部も滑らかな仕上がりです。キャノピーもしっかりと透明で美しいです。これが1つ 2.5 ドルは個人制作がはかどる時代になりました。それでは塗装に進みます。ドーン、塗装ブスを買いました。それではスプレー缶も買ってきましょう。いや、せっかくだからエアブラシに初挑戦します。ついに来ましたか。モデリングも印刷もこだわったので塗装もこだわります。塗装します。プラサフを塗ります。ボディ部にメタリックレッドを塗ります。フレームをメタリックイエローで塗ります。初エアブラシ塗装の奮闘記は次の動画の漫画版ジャミン RG 塗装編をお楽しみに。この動画に載せると時間が長くなりすぎなので、まだシャーシ作成も残っていますもんね。キャノピーをキャンディレッドで塗ります。三角形のエアダクトは色が異なるので再現します。最後に UV カットクリアで塗膜の保護と仕上げをします。透明レジンは太陽光で黄色くなることがあるので特にキャノピーには UV カットが必須です。塗装完了です。非常に満足のいく塗装になりました。当初は艶消しソリッドのスプレーの予定だったので初エアブラシでのメタリック塗装に挑戦してよかったです。できることがまた増えましたね。ジャミング RG のサイドにはメッシュが貼られています。もちろんこれも再現します。チュール生地を買ってきました。生地チョキチョキ、必要な分を切り出しました。メッシュを押さえながら接着していきます。余剰を大まかにカットします。細かなバリをハンダゴテで溶かします。この時ハンダゴテがフレームに当たると塗装が剥げるので集中します。メッシュ貼り完了です。ようやくこだわりきったボディが完成しました。嬉しすぎる。達成感の余韻に浸り、ボディが完成したのでシャーシに進みます。試作シャーシ1号です。前回の RC ミニ四駆のシャーシをベースにしています。ジャミング RG のシャーシはフロント形状が得意なのでそれを再現します。色はアニメ再現で水色にしています。ボディをあてがります。やぼったいので修正します。試作シャーシ2号です。試作シャーシ3号です。最終版シャーシです。アニメ再現でフロント斜め底面にスリットを入れています。台形のような形状もフロントボディキャッチの高さも再現しています。グッドです。リアカバーも作ります。干渉しないように何度も微調整をして完成しました。リアギアカバーも作ります。スパーニアなボディとギリッギリのクリアランスなのでそこはカバーなしです。これ奇跡でしたね。リアギアカバー完成です。制御基板は RC ミニ四駆のものを使います。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。ハトメを取り付けます。すべての箇所にハトメを取り付けました。シャフトを差し込みます。クラウンギアを取り付けます。固定具を取り付けます。ホイールを取り付けます。スパーギアを取り付けます。プロペラシャフトを差し込みます。ピニオンギアを取り付けます。フロントも同様に組み立てます。固定具を接着します。GP 制御モジュールを搭載します。スイッチを固定します。GP チップを搭載します。グリス塗り塗り、駆動チェック。
スルスルグッドです。プログラムを書き込みます。リアギアカバーを取り付けます。フロントギアカバーを取り付けます。バッテリーを搭載します。バッテリーコネクターを接続します。ローラーのネジ先端に接着剤を塗ります。ボディにリアローラーを取り付けます。フロントローラーを取り付けます。ボディを乗せます。ボディキャッチで固定します。できました。ジャミン RG です。子供の頃の夢が今手元にあります。長い道のりでしたが諦めずに作り続けました。そして完成させました。嬉しいです。初エアブラシでのメタリック塗装はボディを輝かせます。クリアキャノピーの反射はまさにアニメ通りです。ジャミン RG がアニメから飛び出してきました。専用の GT シャーシはボディと融合しています。素晴らしいマシンになりました。最高です。それでは走行へレッツゴー。まずは走行テストです。5。キビキビグッドです。小型バッテリーはパワー不足だったので少し大きめのものに換装しています。ジャミン RG が現実で走っています。感動です。コースで走らせましょう。ジャミン RG を走らせるならジャングルは欠かせません。1年ぶりのアズパカさんオフロードサーキットです。お世話になります。ジャングルなので台形オフロードタイヤです。それでは走らせます。5。草が障害物となります。面白い GT マシンとして操縦する台のみです。抜けました。ゴール。結構走らせて慣れてきました。アズパカさんと GT マシンレースです。マシンはネオトライダガーズ EMC サスペンションを搭載しています。しっかりとアニメ再現をされてきました。さらに対戦カードも完璧にアニメ再現です。マシンのトップスピードはお互い同じになるように調整しています。楽しすぎて何度もレースをしたのでお互いのベストバウトをそれぞれの動画で載せることにします。2話からベストバウト5。ゴール。どっちだ？ゴールラインの延長線を引くと、ギリッギリでジャミン RG でしょうか。カメラやゴールラインの角度など極めて疑惑の判定なので皆さんの心でジャッジしてください。勝ちなら嬉しい。負けでもアニメ再現。とにかく楽しかったのでグッドです。こんな一幕もありました。スリップして草むらでスタック。脱出をしようとモーターカフカ。マシンが正常に走らなくなりました。ピットイン。タイヤを回転させてもモーター側のピニオンが回転しません。ピニオンギアとスパーニアが離れてしまっています。そんなことなりますか？モーターの発熱でモーターホルダーが変形して隙間ができたのでしょう。応急処置でモーターにスペーサーをかませて隙間を埋めます。マスキングテープでスペーサーを作ります。厚みを出すために折り返したいのですが粘着のためうまくできません。そうだ、こんなこともあろうかともう1台用意しています。備えあればですね。そしてこのシャーシも同じくスペーサーが必要になっていたのでスペーサーを拝借します。スペーサーを取り付けます。どうでしょうか？ギアが噛み合うようになりました。グッドです。走行に復帰しました。レース中にマシンの駆動トラブル、現場修理でレース復帰。この一連の流れがまさにジャミン RG のアニメ再現だと盛り上がっていました。トラブルすらも楽しんでいたのですね。我々はホビーアニメ再現部ですからとても楽しい一日でした。ありがとうございました。アズパカさん側の動画は概要欄に載せています。今回はジャミン RG を作りました。これまでできなかったことへの挑戦をして多くを学びできるようになりました。そして非常に満足いくマシンが出来上がりました。楽しい走行会も含めて最高な経験になりました。 3D プリントは PCB ブレイに発注しました。ローラーは何度も壁に当たりましたが全く折れる気配はないです。このフレームが1つ 2.5 ドルなのが信じられません。気になった方は概要欄の URL から見てみてください。次回は漫画版です。
初めてのエアブラシ塗装にフォーカスしています。そして、一つの夢を叶えに行きました。チャンネル登録をして動画投稿の通知を受け取りましょう。お楽しみに。それではまた、のし。